はい、大志座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月前半のタロットリーディングと星の補足説明させていただきます。お願いします。早速いきますね。カペラノートのご予約は本当にありがとうございました。11月末にPDF 販売を開始します。ノート予約しそびれたよという方もちょっとだけ11月末にちょっとだけ入ってきますので、そちらでまたサイトをご覧になってみてください。お願いします。あとですね、恋愛に特化した動画もたくさんコメントありがとうございました。この後撮りますので楽しみにしてください。すぐアップします。では行きますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。裏がカップ9ですね。ワンドナイト逆、ストレングスの逆、カップページ、ソードナイト、ワンド6、ペンタクルスのキング、フール、気をつけることや対策がワンドの7と戦車とオラクルはカップのペンタクルスの9です。いいですね。まずちょっと星の話ですが、11月1日が新月になります。でこの新月は大志座の皆さんにとってはパートナーシップとか契約とかそういったものの見直し、つなぎ直す、再構築みたいなことに非常に活かしやすい新月になりますので、何かご自身がねこことつながりたいという思いがあればそういったことを意図していただいてもいいですし、やはり誰かとの関係や契約の見直しっていうのもこの11月1日から何かしら自分の人生でプラスに働いてくるんだっていうふうに意図していただければそのような流れになりやすくなります。でそしてこれ今回11月前半の話ですけれども、11月の後半になってくるとまたね仕事っていう意味では結構変わってきますので、この11月の前半でもし仕事が何か変化が起こるのであれば、その前振りがあるんじゃないかなっていうふうに思います。そんな気がしますよ。そしてカードで見ると全体を通してやはり昇格とかね、なんか昇進とか自分の今いるこのステージから上がるチャンスがあるよっていうふうに言われているので、何かしらいいチャンスはあるんだと思います。これはパートナーシップにおいてもそうだし、お仕事においてもそうだし、何かご自身が例えば稼ぎたいとかね、そういった思いに関してもそうかもしれないんですけど、何か豊かなね、自分の人生を彩る豊かなものを手にする術がいくつかあるっていう感じですね。そのうちのいくつかをご自身が手にすることができるチャンスをつかめるよっていうふうに言われています。11月前半。そして入り口がワンドのないと逆なので、もっとやりたいんだとか、もっと頑張りたいんだとか、もっと進みたいんだけど進めないみたいな感じがありますね。現状でもこのソードのナイトがあり、入り口のところにワンドのナイト逆っていうのがあるので、何かを焦っているというか、もっと稼ぎたいかもしれないし、もっと働きたいのかもしれないし、もっと進めたい、自分の人生を自分の望む方向に進めたい、これも人間関係においても、例えばもっと進展させたいとか、もっと信頼を築きたいとかというふうに、何かをすごいいい意味で進めたい、何かを起こしていきたいみたいなね思いがすごくあるのかなと思います。でそれに対しこの今宇宙の流れとか星の流れも非常にコネクションしやすいタイミングなので、その思いに必要な人と出会ったり、またすでに関わっている人との関係の中でもさらに分かり合えたりっていう形で非常にいいですね。勝利とか嬉しいニュースとか自分が聞きたかったことを聞くっていうのがあるんですよね。でこれ結構他の人にもおめでとうって言ってもらえそうな感じの雰囲気があるので、もしかしたら本当に何でしょうね、仕事においてもいいお知らせがあったり、自分が褒められたりとかそういうのあるかもしれません。でその後ペンタクルのキングっていうのもあるので、非常にこれまでやってきた自分の経験値っていうものを生かして認められるっていう感じがありますね。そして11月の4日以降っていうのは火星というバイタリティが獅子座に入ることによってね、大志座の皆さんにとっては自分の内側から燃える情熱があるっていう感じがあって、すごくモチベーションが高い感じがします。よく言うと必要な人ともつながったし、いい情報が入ってきたし、何かきっかけが来たし、これはやらなくちゃみたいな感じですごく燃える、ポジティブに燃えていくっていうふうにもできますし、
ただ悪く出ると焦ったり、もっとやらなきゃいけないのにどうしてできないんだとか、どうして相手は動かないんだとかっていう形で他者に対してこうせっつきたくなるみたいなのももしかしたらあるかもしれませんが、どちらのエネルギーにも自分次第で活かせるよっていうことを覚えておいてください。で、今やはりこういったペンタクスのキングのカードが出てり、ここでもねペンタクスの9っていうカードが出たりしているので、やはり大下さんが持ち合わせているどっしりしたエネルギーとか、確実な堅実なエネルギーとか、信頼のおけるエネルギーを持って誰かと関わったり物事を遂行したりしていくことによってうまくいくんだなって感じがします。で、ちょっと何か一つね、この前半でそういったいい知らせや、なんかいい情報が入って来ることにより、そして自分がそれを何か提供したりやることでまた認められてホッとするって感じがするんですね。ここで急にフールっていうのが出てるので、なんか肩の力が抜けたみたいな感じで、これは無防備に手放すとかいうことではなく、やっと休めるみたいな、ここまでやったからはいじゃあもう休ませていただきますみたいな、そんな感じですごく自由な感覚で安心して自由にできるっていう感じがします。やっぱりそこに至るまでに頑張ったんだろうなって感じがすごくしますよ。戦車も出てたりとかバンドの7も出ていて、自分の中では一生懸命やったんだと。もっと本当はもっと助けてほしかったけれども、でも自分なりに一人でなんとか切り抜けたんだとかで、それによってすごく自分も鍛えられたし、ここまでやったんだからこれからだってできるはずだみたいな、すごくポジティブな進んでいく、突進していくエネルギーっていうのがすごくあるんですね。突進するっていうのはなんか無防備に進んでいくイメージあるかもしれないですけども、お医者の皆さん基本的にはあんまりそういうことしないと思うんですね。こう無防備に行くというよりはちゃんと慎重に考えていかれる方が多いので、今お医者の皆さんに大丈夫、なんか進んでいける道があるよみたいなそんな感じがしたんです。前回もね、なんか許可証をもらったんですかみたいな感じがあったじゃないですか。おそらくご自身の人生を、別にこれパートナーシップにしても仕事にしても何にしても、何かこう推し進めていく力があるんだと思うんです。もしくは推し進めていくような流れの中にいるんだと思うんですね、今で。その中で嬉しいご褒美みたいなものを感じたり受けたりするんだろうなと思うんです。で、本来ならばそこに甘んじずにもっと行こうかなみたいな、これを基準にして次もっと頑張ろうかなみたいな感じで思うかもしれないんですけど、ちょっとやはり今ここはちょっと一回ちょっとここで休憩しましょうかっていうか、別に止まったらダメなわけでも全然ないんですけど、やっぱりやっと休めるみたいな感じがあるので、ぜひゆっくりしてください。自分へのご褒美として好きなようにしてください。役割をちょっと置いて自由にする時間っていうものがあったらいいなと思います。人間関係かなとは思うんですけれども、もっと自分が愛情を注げばとか、もっと自分が何々をどうこうすれば良くなるっていうふうに思っていて、でもそれができていない自分へのちょっとした焦りみたいなのもあるのかもしれませんね。でも十分やってるっていう感じがするので、あまりそこまで自分をせき立てたり追い詰めたり自分にプレッシャー与えすぎないようにしてくださいね。十分やってるし、何らかの一つの成果っていうものが出て、なんかやっともう次決まったしみたいなね、なんかまるでこう一生懸命頑張って勉強して就職活動して就職決まったみたいな感じです。まだ入社してないけど決まったって感じ。じゃあいついつから入社決まってるから、それまでちょっとゆっくりしようみたいな、そんな感覚の時です。なので何かがもう次の段階行くことが決まっていて、その手前のなんか豊かな状態っていう感じがしますね。ちょっとそれを踏まえた上でお仕事のこと見させてください。仕事、ペンタクルスのページ 4O ラバーズということで、そうですね、なんか仕事においては何らかのオファーがあるっていう感じがします。こう申し出がある。でもそれがちょっと初めてのこと、なんかものすごい硬いものではなくて、ちょっと初めてのこと、試しにこれやってみませんかとか、ちょっと初めてなんですけどちょっとこういうのもいいんじゃないかと思ってみたいな、そういったこうお試し的な感覚の申し出や問い合わせがあり、
それがもしうまくいけばすごくうまくいく。でもちょっとこれうまくいかすまでには時間かかりますよねみたいな感じがあるので、本当にこれは長く続けられるのだろうかとか大丈夫なんだろうかっていうような心配があるっていう感じがしますね。だけどすごくなぜ今お牛座の皆さんにこういう申し出が来てるのかっていうのが一番大事っていう感じがあって、その新しいことなわけです。この今来るような感じがしてるこの仕事の話は新しい話なんですね。でそれを今のお牛座さんだったらどうするかっていうことで申し出が来てるので、既存のエネルギーでこれまでのなんか経過で判断するのじゃなくて、自分だったらこうするかなっていう感じの感覚でそこに取り組んでいったらいいのかなというふうに思いました。あくまでもねトライアンドエラーみたいな感じの中の一つっていう感じがするので、絶対にこれをもう失敗したらもう後がないとかそんな感じじゃないんですよね。いい申し出があったらそれをうまく組み合わせて新しいものを作ってみようみたいな感じですね。そういう案が湧いたりとか、そういうのが例えば社内で持ち上がるとかね、こういう話があるんだけどみたいな、どう思うみたいな話があるかもしれませんね。でそれに対して大下さんのアイデア、大下さんの考えが起用されるみたいな感じがあるので、将来的にどんなそれが保証があるとか過去の実績から言うとどうだというのは関係なく、新しく生み出していくものという感覚の中でそれを信じて提案してみてくださいっていうのが、今その全体的に何かこう進んでいくとか何かを押し上げていくみたいなね、人生が展開していくエネルギーがなんか強い、そんなエネルギーの中にいるっていう感じがするので、だからこそ自分が作っていく未来なんだ、自分が作っていく現実なんだっていう感覚で物事を捉えると、お仕事もすごくなんか楽しくなるなっていう感じがします。やらされてる感とかではなくね。はい、ちょっと人間関係見てみたいと思います。人間関係、カップの4、ワンド2、そしてカップ10ということで、前回もね確かなんかすごく良さげな感じだったと思うんですけども、今回も全体を通して何かがうまくいく、昇進とか前に進んでいくっていう感じがあり、それをもっと自分次第でうまくいくんじゃないか、自分の手腕がうまくいかずになんか中途半端な状態になってるんじゃないかと思うかもしれないんですけど、すでにうまくいってるという視点でこの現実を見てみてくださいね。すでにうまくいってる、自分が伝えきれなかったと思ったとしても相手は分かっているみたいな感じです。なので人間関係っていうものでいくと、大下の皆さんの感覚的にはなんか、いやもっと喜んでもらえると思ったのにとか、ちょっとしたがっかり感みたいなのがあるんですよね。自分はもっと頑張れたはずなのに、もっと喜んでくれると思ったけどそうじゃなかったのかなとか、そういうのがあって、じゃあどうしたらいいんだろうみたいな、じゃあこの手あの手みたいなことを考えるんですけれども、そのやり方が正しいとか正しくないとかではなく、単に感情をちゃんとシェアしてますかっていう感じがします。で感情をちゃんとシェアしさえすれば、それがいかに自分がやってきたことが正しかったかとか、相手にそれが伝わっているかとか、たとえそれが喧嘩したりとか何かであったとしても、それも含めてものすごい人生の豊かな成功ですよねみたいな感じがあるので、人間関係においては何か一つ今ある状況の中で自分が成し得たことを喜べるっていう感じがします。おそらくいい関係あると思いますよ。でもなんか自分がもっとこうあらねばみたいな感じがあると思うんですけど、いや全然大丈夫ですよっていう感じがするので、ちょっとその恋愛とかに関してはね、ちょっとこの後特化して見ていきますので、全体的な人間関係っていうのでいくと、もっとシェアしていいですよって、感情シェアしていいです。例えば悔しいですとかね、残念ですとかもそうだし、そういった感情もシェアしていいんだなっていう感じで思います。今とてもなんか大下の皆さん認められてるっていうね、なんかそんな感じがするので、堂々とその中で自分の感情をシェアしてみてください。喜びもそうだし、なんかね昇格って感じがしますね。ちょっと最後にもう一枚引いてみましょう。なんかね不思議なんですけどね、すごいいい、ね、エネルギーで進んでいくし、昇格みたいなのもあるし、パートナーシップだって悪くない、仕事だって信頼して声かけてもらってるのに、
それが本当に自分にとっていいものだっていうふうに思ってないみたいな感じがあるんですよ。なぜでしょう。それはすごいいいことだし、自分が望んでいたものだし、その通り言ってるのに、なんかこれは本当にいいんだろうかみたいなそういう感じがあるので、だからこそちょっとそのことは置いといて、ちょっとゆっくりしてみましょうとか、ちょっと気分転換してみましょうみたいな感じでリフレッシュするのかなって感じはしますね。いいことですよ。とても未知だからこそ不安なだけで、その世界に入ったらうわーって感じになると思いますけどね。じゃあ見てみましょう。最後に1枚。おー、プロスペリティということで、どうでしょうか。このカードを見て感じることがあれば、ぜひ皆さんもね、直感を使ってメッセージ受け取ってみてください。どうですか。なんか今からこの道行くって感じしますよね。豊かな道、サクセスということで、自分が気づきたいものを気づいていけますよって感じがしますね。いいじゃないですか。はい、ということで、もし何かしら良かったよという方はぜひコメントやいいねボタンで教えてください。もちろんチャンネル登録もお待ちしております。この後また恋愛に特化した動画撮っていきますので、そちらも楽しみにしてください。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。